二人パパシェナ、皆さんこんにちは。二人パパのみっつんです。今日はサムネにもある通り、とある大切なお知らせがあります。実は一昨日ちょっと決まったことで、まだ確実でない部分やはっきりしていない部分もあって、俺かパパもいなくてどうしようかなっていうのもあったんですけど、出張でね1週間ぐらいいないんですね。なので電話でリカパパとも相談して、でも今発表してもいいんじゃないっていうことで今カメラを回しているところです。ということで、その大切なお知らせというのがですね、この度2人パパ家は日本に行くことになりました。そうなんです。ということで実はですね、ずっと前からちょっと計画はしていたんですけれども、そのね、ざっくりした日程であったりとか、それからそれに関してお伝えしておきたいこと、それから直接皆さんにお会いできるようなイベントとかがまたできればいいかなとは思っているので、それについて少しお話ししていきたいと思っています。二人パパですね、僕ら一昨日に航空券を3人分購入したばっかりなんですね。で、実はもう前からこのぐらいの時期に日本に行きたいなっていう思いがあって、もう3年ぐらいね、前回帰国してから帰れていないので、もう本当にちょっといろいろ限界だなっていう部分も実はあって、みんなで帰りたいねっていうことは言っていたんですけれども、前にもね3月ぐらいにチケットを買って、同じ時期に取ってたチケットがあったんですけど、それもちょっとキャンセルになってしまって、やっぱりコロナの影響でもともと減便になっているところが、さらにウクライナの情勢が入ってきて、キャンセルになってしまったということでした。でもね、息子くんがこの8月からスウェーデンで学校がね始まります。日本の学校よりもちょっと1年早く、年長さんにあたる子たちが、0学年生みたいな感じで始まる幼稚園と、就学前学校と小学校の間の1年のクラスがあるんですけど、それが始まるということで、そうなるとね、なかなか長い休みを自由に取るというわけにはいかないので、この時期に行けたらなということでずっと計画をしていました。で、今回、取れたチケットというのがですね、だいたい6月末に日本に到着して、8月の、初めか中頃っていうのかなに日本を出発するということで、かなりゆっくりできるスケジュールでチケットを取ることができました。今やっぱチケットもとても少なくて、普段利用している航空会社では取れなかったので、かなり大回りして、僕ら南回りで行くのかな、日本に行くことになりました。そういう情勢がありまして、ちょっと不安な要素も実はまだいっぱい残っているんですね。二人パパ1点がさっきも言った通り、前回あった通り航空券のキャンセルであるとか、それから取った便から変更されて日程が変わってしまうっていう可能性がまだまだあるなというふうに感じています。もう本当にそうならないことを祈るばかりなんですけれども、自分たちにはねどうしようもできないので、この予定通り行くことを願ってはいるんですけれども、皆さんも一緒に祈ってていただけたらなと思います。で、あともう1点がですね、今回3人分の航空券は取ったんですけれども、以前の動画でも少しお話ししたんですけれども、現在外国籍の方っていうのは入国するためにビザが必要なんですね。で、リカパパも日本に入るためのビザっていうのをこのスウェーデンにある日本大使館で申請を行っているんですけど、それが降りる降りないっていうことがね、保証ができないということで、確実なことではないということで、まだ返事待ちの状態なんですね。でも航空券も早く取らないとどんどん今高くなっているっていうことと、数自体が少ないっていう話も友人から聞いたので、先に取っておこうということになりました。最悪ビザが下りなかった場合には、リカパパだけ残ってミツパパと息子くんの2人で行くことができるかなっていうことを考えています。シェナ、
ということで、動画の途中なんですけど、リカパパが出張から帰ってきたのと、新しい情報がちょっと動画の撮影してた時から入ってきたので、新しい情報が入ってきたので、ちょっとここでね入れたいと思います。また後で動画続けるんですけれども、ここではどんなニュースが入ってきたかっていうのを話したいと思います。6月2日にですね、毎日新聞のニュースを僕見たんですけど、新型コロナウイルスの水際対策で日本人と交際している同性の外国人パートナーの日本入国が難しくなっていたっていうことで、もちろんできないわけじゃないんだけど、ビザが必要で、そのビザを取るためには観光ビザとかじゃなくて、親族訪問のための特別な事情がある人たちっていうくくりでビザが下りてたんですけど、いろんなやっぱりこう家族とかの形が違うっていうことで、同性カップルにはビザが下りないっていう話をずっと言われていたんですよね。で、前の動画でもそれはお話ししたことがあるんだけど、ラッシュの石鹸の時のビデオなんだけど、それに関して参議院の外交防衛委員会っていうところで、公明党の高橋光男さんっていう、僕も光男っていうからすっごい親近感湧いてるんだけど、彼がすごいずっとここ1ヶ月ぐらいかな、その質疑をずっと政府に対してしてくれていて、この6月1日から政府が水際対策を緩和して、外国人が日本国内にいる親族を訪問する場合に90日以内の短期滞在であれば新規入国を認めるという風にしてたんですよね。で、だから少しずつ緩和されてはいるんだけど、そこに同性カップルとか婚約者とか事実婚関係にある人っていうのも親族として認められるんですかっていう話で、認められるとはしていたんだけど、政府はそこに同性カップルが含まれるかどうかが曖昧で誰もなかったので、そこに対してなんていうかな、ポイントしてくれたっていう話で、外務副大臣である鈴木貴子さんに質問したところ、彼女は同性カップルを含みうるって答えたんだって。つまりはあなたにもビザが下りる可能性があるっていうことなんですね。で、リカパパのビザをもう申請してるんですけど、まだちょっと2週間ぐらい経ってるんですけど、まだ返事がなくて、同性カップルだと若干時間がかかるっていう話を僕はツイッターとかそういう他のところで見たんですけど、実際に降りてる人もいるんですね。ロンドンに住んでる、クイアアイに出てたカン君っていう子が2人でも今日本帰ってるし、かと思うとサンフランシスコに住んでる方は同性カップルも出せませんみたいなことを領事館で言われたみたいな。だから結構その領事館ごと、国によっても領事館ごとによっても担当の人によっても対応がもしかしたら違うのかもしれないんだけど、とにかく多少はちょっと希望の見えるニュースかなと思って、ちょっとここでお話ししました。ちょっと航空券をね、さっきの動画で言った通り3人分取ってはあるんですけど、ちょっとリカパパがまだ来れないかもしれないというか、ビザの可能性がありそうですね。そうだからどうですか今の気分は。リカパパ、いやそれいいニュースじゃないか。ちょっと細かくまではわからない、そういう言葉、この政治の話ね。なんだっけ、組みうる、何、含みうる、they can be included, they can be included。 いや、どうですか日本、ちょっともしかして行けなかったら、ビザが下りたりしなかったら、キャンセルもしなきゃいけない。そうですね。そうなったら仕方ないね。無理やり行けるってわけではないからね。でも行けることを願っています。ちょっとあとさっきの動画の続きでイベントの話とかもしているので、さっきの動画の方に戻ります。じゃあ一旦リカパパはここでヘイドーだね。ヘイドー。ヘイドー。二人パパ。僕自身も本当家族や友人に会いたいっていうことが本当にありますし、僕の両親まだおかげさまで元気にやっているんですけれども、もう2人とも80超えたのかな。本当になかなか残された時間というのは限られていますし、またこのような世界情勢でまた今度いつね、本当に飛行機が全く飛べなくなるっていう時も来るんじゃないかという思いの中で、今行ける時に行っておきたいなという思いで今回航空券を取りました。本当にうまくいくことを願っています。それからもちろんね、コロナの影響も全てが
ね、前通りになったというわけではないので、そういうところも気をつけながらいろんなことを調べながら手続きを進めていきたいなと思っています。そしてですね、もう本当今回の旅行は今も言った通り、基本的には家族や友人などと過ごす時間をね大切にしていきたいなと思ってはいるんですけれども、僕らがこうやって YouTube を始めて、初めて家族揃って一時帰国ができるということなので、ぜひねいつも応援してくださる方に感謝の気持ちも込めて直接お会いできるような場所を設けることができたらいいなと思って現在各方面にお話をして調整しているところです。はっきりしたことは本当にね言えないぐらい、本当一昨日決まったばかりなので少しずつお話ししているところなんですけれども、僕は本を出したことのある出版社であったりとか翻訳をしたところの出版社なんですけれども、そちらの方で書店さんをお借りして前回もねやったんですけれどもサイン会をしたりとか、それからファンの方と交流ができるようなオフ会のようなものができればいいなと考えています。イベントについてはですね、そうやって様子がわからないっていうのと、皆さんどんなものがいいかっていうのがわからないので、もしよかったらねいろんなアドバイスがありましたらコメント欄の方にお寄せいただければ参考にさせていただきたいと思います。このコロナの影響で、スウェーデンはもう本当そういう制限が全くないような状況なんですけれども、日本は違うっていうことを聞きますので、ちょっと僕らもわからないことが多いので現地の日本の方にいろいろ伺いながら、できること安全に配慮した状況で開催できることを考えています。場所としてはですね、僕出身名古屋なので家族が名古屋にいるので、名古屋と、友人もたくさんいる東京、その2つが拠点としては2カ所になると思うんですけれども、それ以外にでもですね、他の家族親戚友人とかも含めて会いに行くために地方で、旅行に行くチャンスがあればお墓参りとかね行ったりとかして、もしそういう場所で地方でもチャンスがあれば何かできる場を設けることができればいいなとは思っています。ただなかなかね今ここでお話しできることというのは確実なことがちょっとないので、順次確実になってイベントからご案内していく予定でございます。なのでチャンネル登録をねしていただいたりとか、他の SNS、インスタとか Twitter とかやってますので、ぜひそちらの方をフォローしていただいて、ぜひ情報を見逃さないようにしていただけたらと思います。息子くんもね本当に日本に行くのすごい楽しみにしていますので、パパも本当に楽しみにしています。なかなか忙しい中バタバタで準備が不安なところもいっぱいあるんですけれども、新しいアップデートを待っていただいて、ぜひ楽しみにお待ちいただけたらと思います。あともちろんね日本にいる間も動画を作ってその様子をねちょっとご覧に入れられたらなと思っていますので、そちらもぜひ楽しみにお待ちください。ということで今日はちょっと3つに1人お送りしましたけれども、応援の方また引き続きよろしくお願いします。それでは今日はこれで失礼します。ごきげんよう。ヘイドー。今乗ってる？